悪役令嬢漫画、追放悪役令嬢の旦那様、あらすじです。本作は男主人公、男視点です。物語は悪役令嬢が婚約者の王子と婚約者の座を奪った女から断罪されるシーンから始まります。主人公は王子の友人枠の一人。多くの貴族が集まるパーティーで断罪された悪役令嬢を主人公が会場から連れ出します。主人公と悪役令嬢が結婚し、隣国でスローライフを行うというのがメインのお話です。おすすめポイントは3点。1つ目は物語の視点です。あらすじでもお話しした通り、本作は王子の友人枠の一人の視点で描かれます。よくよく悪役令嬢のセリフを読んでいると、彼女は断罪シーンで転生したことを思い出した転生者だということがわかります。主人公の後ろでブツブツつぶやいている独り言だったり、この世界の常識をよく知らない様子から読者にそのことを伝えている点がうまいなと思いました。2つ目のおすすめポイントは、主人公の天才的な開発力です。主人公は転生者ではありませんが、有石というこの世界ならではのものを使ってボールペンやドライヤーを自作する天才的な開発者でした。ただ、王子たちにいいように利用され、お前はノロマだとずっと言われ続けていたため、自分が優秀だという認識はありません。でも悪役令嬢にしたら、転生前の知識もないのに同じものを作ってしまうって、どう考えても天才なわけです。この主人公の能力を存分に発揮してもらおうと、悪役令嬢は商人たちと手を組んで商売を行っていきます。尊敬できない王子のためではなく、好きな妻のために開発できることで、主人公がだんだんと明るくなっていく様子も見ていて楽しいです。最後3つ目のおすすめポイントは、主人公と令嬢の恋模様です。悪役令嬢作品だと、王子だけでなく、その友人の騎士や次期宰相も盲目的にヒロインに惚れる逆ハーレムの構図がよくあります。本作も実際に主人公以外はヒロインに惚れているわけですが、主人公は惚れてはいませんでした。転生者である悪役令嬢がモブではとつぶやくシーンがあるため、主人公は乙女ゲームの攻略対象ではないモブキャラだったからかもしれません。主人公は転生者だと思い出す前からずっと悪役令嬢に横連母していました。王子の婚約者だから諦めていましたが、棚からぼたもち、好きな人と結婚できてラッキーと思っているわけです。最初はあまり笑顔がなくひょうひょうとした性格の主人公ですが、悪役令嬢には最初からベタ惚れです。かといっていきなりイチャイチャするわけでもなく、程よい距離感を保ちながら徐々に近づいていくうぶな2人の恋模様に注目です。